うわ、でけえこいつ。バカーって、ほらめっちゃ入ってね。やばいねこれ。皆さんこんばんは、ホモサピです。はいどうも、荒川です。顔が白くて誰かわかりませんが、荒川さんです。今日はね、海へ来まして、ウニ丼をね、作りたいと思うんですよ。うわー、めっちゃウニある。皆さんがよく食べてるウニはあれですね、紫ウニ。でもね、あのウニじゃないんですよ、今日取るのは。あった。いましたよ、あれ。あれが本日の食材ですよ。かぶせて、網の上でグイッと、はい、取りました。これですよ、これ。これね、ガンガゼっていうウニで毒があります。あそこエイリアンみたいな目のあるとこはね、肛門です、肛門。普通のウニと全然違うでしょ。このトゲの部分が毒針になってて、成分は分析しきれてないんですけど、まあ、タンパク質毒ではあるだろうと。そこまで重篤な症状に陥る毒じゃないんで、まあ、痛えってなるくらいですね。ちょっと刺されてみますね。痛い。こんな感じでね、痛いです。でも痛いだけで特になんということはないです。まずうざいので、このトゲを虚勢します。いらっしゃい、人間様にかなうと思うなよ。こんな感じでね、トゲは脆いんでね、簡単に虚勢できます。ちょっと割ってみますね。お、めっちゃ身入りいいね、こいつ。割ってみるとかなり見た目はいいです。今日はこいつを使ってね、ウニ丼を作っていこうと思います。ただこのガンガゼを捕まえる上で一つだけ気をつけないといけない重大な法律がありまして、それはね、漁業権です。漁業権っていうのは、特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利です。まあわかりやすく言えば、漁師さんが生計を立てるために生き物の捕獲を独占できる権利ですね。なんで独占するんだよ、ずるいだろうっていう人がたまにいるんですけど、例えば回転寿司にある紫ウニ、あんなの取ろうと思えば足元にゴロゴロいます。一晩でゴミ袋パンパンに取れると思います。そんな感じで、よっしゃウニ食べ放題だーって一般の人が好きなだけウニ取って数が減りますね。そうすると漁師さんが仕事で取る分のウニがなくなります。するとね、市場からウニが消えて回転寿司にもウニが並ばなくなって、俺たちは永遠にウニを食べられなくなります。だからね、そういう理由もあって漁業権がかかった生き物を取るのも禁止されてます。漁師さんを守るとともに我々の経済、食卓を守る法律でもあるんですよね。ウニ、伊勢エビ、アワビ、サザエ、ハマグリとかその辺は大体規制かかってます。でね、こいつね、ウニです。撮ってるじゃないですか。撮ってるんですよ。ダメじゃん、逮捕じゃんって思うじゃないですか。そう、ダメなんですよ。逮捕です。ご視聴ありがとうございました。っていうのは少し大げさなんですけど、本当はダメです。これね、頬の抜け穴がありまして、頬の抜け穴でもないな。グレーゾーンだね。このガンガゼうまいんですけど、バフンウニや紫ウニに比べると味が劣るんですよ。しかも毒あるしね。誰も食べないので漁師さんもわざわざ取んないし、しかも浅瀬の海藻という海藻を食べ尽くして磯焼けの原因になります。だから行政などが積極的に駆除を行っているのが現状なんですよ。法律で守られてるけど、駆除対象のウニっていうね、意味わかんないやつなんですよね。定義上はウニだから、地元の漁師さんがダメと言えばダメです。この前この漁港で昼間にイワシすくってたら、漁師さんがバケツ見に来たんで、そのついでにね、ガンガゼ取っていいですかって聞いたらね、あいつらをどんどん潰してくれって言われたんで、俺たちは許されました。ということで今日はこいつをバンバン取って、特上のウニ丼を作っていきたいと思います。密漁。皆さんこれはね、回転寿司にある紫ウニですね。こいつは漁業権かかっててバッチリダメだから、まあこいつもね、磯焼けの原因だから駆除対象なんだけど、一応ダメなんでこいつは逃がします。よし、じゃあ残りも取っていくか。ネズミ来た。いや、入った。ちょっとなんでお前いらねえよ。バカお前。溺れる。逃げろ。ドブネズミですね、これ。ちょっと、今から食べるとこにドブネズミ入ったんだけど最悪。あいつらマジで汚ねえ。あ、でもここ山だから食えるな。みんな見て。あれ全部ガンガゼよ。あそこにいんの。周りにね、海藻生えてないじゃないですか。こいつらが多分食い尽くしたんですね。俺クレーンゲームうまいからね、ウニ掴むのもうまいんですよ。こらしょ。はい、オッケー。プロだろ俺マジで。もうはみ出てる。このクーラーからさ、毛が。うわ、人の所業とは思えんな。朝髭剃った後の流しこんな感じだよね、男の人たち。わかるでしょ。この先端が折れてしまえば毒針は無力化されるんですよ。針の部分がね、先端についてるんで。途中でポキッと折っちゃえばもうね、刺さんないんですよね。待って、あれ全部ガンガゼでしょ。海藻かと思った。横一列黒いの全部ガンガゼ。やばない？あっちにもある。やばい、ウニ丼が加速する。剥がせ。オラ。うわ、でけえ。うわ、でけえこいつ。やばくない？俺の手がこれだよ。取ってきたガンガゼたちをね、回収していきます。大崎さん、ゴールです。おい。2件連続。4つ連続。はい、トリプルの次何？クワトロゴール。痛い。嘘。あ、ごめん。もう入んなくね。トリミングします。いってらっしゃい。彼ら初めての美容院です。おお、コンパクトにしても掘ったよ。よいしょ。ケイ。まだいけるね。ガンガゼ向いてっか。ウニがね、高い理由がここにある。このめんどくささがね。う
わ、目にめっちゃガンガゼ汁入った。ボウルに塩、お水をイン、塩水です。混ぜる。ウニをパカッとして、これがねマジでだるくて、ウニはオレンジのとこが卵巣なんですけど、振り分けてこっちに落とすっていう作業、これがきついんですよ。ウニの卵巣はねこう縦に入ってるんですよ。こうやって柱みたいに真横に切ると綺麗にこの卵巣が露出するんですよね。バカーって、ほらめっちゃ入ってね。やばいねこれ。よく見るほら、箱ウニのさ様相でしょこれ。でっかいの1匹やってみてえの。やっぱおーすげえ、めっちゃ入っとるやん。めちゃくちゃ普通にウニじゃない？はい、こちら頑張って取りましたよ。どっさり身が入ってます。やばくね？こんなに取れると思ってなかった。内臓が混入してるんですけど、これをちま取ってくのがねまためんどくさいんですけど、これをやんないとクソまずいんで、ウニは。よし、むけた。ウニです。ウニになってる。すごい。ちゃんとウニだよこれ。嬉しい。これでウニは完成なんで、次お吸い物作ります。もう寒すぎてあったかいもの飲まないと死んじゃうよ。さっき取った精進ガニのチビですね。こいつ1匹でも随分出してるんで入れます。うわ、めっちゃカニの匂いする。なんか渡りガニともちょっと違う。モズガニ系の出汁なんだよね。ここにねお醤油を垂らしてちょっと味見するか。うっす。あ、うまい。醤油うま。なんだろうこれ。なんかわかんないけど、なんか鍋の下に入ったからこれ。やっぱね映えって大事ですからね皆さん。何事も形からドン。気持ちいい。うわー。ガンガゼってねちょっと臭いんですよ。大葉を刻んで乗せます。多少。はい、こちらネギですね。ネギまあ大丈夫だと思うんですけど、予想以上にガンガゼが臭かった場合ちょっと保険、まあ臭み消しです。ドブのバスを先につけるのと一緒です。醤油かけますよ。よっ。ガンガゼ毒ウニ丼いただきます。うまい。後半めっちゃウニだ。前半ね、なんだろう、一瞬だけど、最初の3噛みぐらいなんか工業油みたいな匂いがして、とろーっていう感じの身が流れ出てきて、最初の3秒我慢したらね、ちゃんとウニです。最初臭いのよ、ちょっと正直。大葉大量に入れたらさ、多分ちょうどいいんだと思うわ。大葉多めにいきます。完全に紫ウニに昇華した。工業油がこんにちはって言って、まあ漁港のね排水の前にいたウニだからね。でもそこまで普段俺らが食ってる魚より綺麗なはずなのよ。お吸い物がねうまいのよ。精進ガニすごくね。めっちゃ賢いんだけど1匹で。ということで本日の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録をお願いいたします。よければまた見てください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。